ロシアの歴史27、30年戦争準備編その8、枢機卿李主流、上、枢機卿李主流とは、同一人物でありながら、シャルルマーニュとカール大帝という2つの翻訳を持つ人物の末裔である2つの国、フランスとドイツ。今現在フランスは西ヨーロッパ最大の国であり、かつて神聖ローマ帝国の主体を成していたオーストリアやドイツは、今は小さないくつかの国に分かれています。こうなる分岐点が30年戦争の頃だったような気がします。30年戦争におけるフランスを考えようとするなら、枢機卿李主流のことを考えないわけにはいきません。枢機卿というのは、ローマカソリックでは、教皇の次に位置する職階のようです。彼は聖職者であったのと同時に、フランス王ルイ13世に仕えた宰相でもありました。国の全権を統括する実行力を伴った王の知恵袋といったイメージでしょうか。宗教改革の起点となったルターは政治家でも軍事家でもありませんでした。彼は純粋な宗教家、聖職者でした。枢機卿李主流は宗教のみならず政治、外交、さらには軍事までも王の名のもとに掌握していたようです。外交の失敗が戦争なのかという問いに30年戦争当時のフランスにおける枢機卿李主流の行動を重ね合わせて考えてみようと思います。外交と軍事が完全に同一人物の下で完璧に管理できていたとします。その場合、外交交渉を有利に進めるための戦争という考え方があり得るのかもしれません。ただし、自国領土を戦場にはしない。兵士以外の自国民を巻き添えにはしない。というデッドラインは必要だと思います。フランスの東にはオーストリア、ハプスブルクを中心に据えた神聖ローマ帝国がありました。フランスの西、イベリア半島にはスペイン、ハプスブルクがありました。フランスの南東はローマ、カソリックの本拠地でした。フランス北西は海を挟んでイングランドでした。30年戦争前夜、フランスはハプスブルクに東西を挟まれた格好だったわけです。フランスにとって現下の最大の敵は東西のハプスブルクだったと思います。フランスには西スペインハプスブルクに対してはイングランドからの助力を期待できる見込みがあったように思います。その理由を探るためにイングランドとスペインハプスブルクの関係について少し眺めてみようと思います。スペインハプスブルクのフィリップ2世には父カール5世からスペインを引き継いだ時からフランスの脅威を取り払って思うがままに東アジアや新世界という大海原へ繰り出していきたいという野望があったように思います。スペインにすればそれこそがハプスブルクに接近した理由だったはずです。イングランドにとって東アジアは遠く険しい場所だったと思います。東アジア貿易から莫大な収益が見込めると分かってはいても、イングランドはヨーロッパ勢の中では東アジアから最も遠い場所に位置していました。イングランドがユーラシア大陸に上陸できたとしても、そこはすでにヨーロッパ強豪がしのぎを削る世界で、ハプスブルクとローマが東アジアへ通じる道は全て抑えてしまっていました。いくらアフリカ規防法周りの進行路が見つかったとはいえ、先陣を切って大航海時代を切り開いたスペインとポルトガルがローマとの関係を規定にトルデシュリャス条約、サラゴサ条約を成立させ、スペインとポルトガルで新世界を二分してしまっていました。イングランドがスペイン、ポルトガルの軒先を何の問題もなく通過して規防法周りで東アジアとの貿易を展開するのは難しかっただろうと思います。一方、東ではなく西を目指すのはイングランドにとって全く異なる状況だったように思います。西の新世界を目指すのにはイングランドはヨーロッパ勢の中では最短距離に位置していました。新大陸までの間に存在したのは海だけでした。トルデシュリャス条約やサラゴサ条約といったスペイン、ポルトガル、ローマが設定した制限は実際の海の上には存在しない障壁でした。イングランドが新世界を手中に収められるかどうかはイングランドが海上覇権を確立できるかどうかにかかっていたように思えます。
新世界獲得を目指すイングランドとスペインは激しい競合関係にあったはずです。これが30年戦争においてフランスがスペインハプスブルクに対してはイングランドからの助力を期待できた理由だったと考えます。次に、これまでほとんど触れてこなかったスペインの歴史を簡単に学んでみようと思います。スペインはもともと白のマークのカスティーリャ、ライオンのレオン、赤と黄色のストライプのアラゴン、そして雲の巣状の鎖マークのナバラという4つの国に分かれていました。それがカスティーリャとアラゴンの2つに統合され、カスティーリャのイザベラ1世とアラゴンのフェルディナンド2世が結婚したことによってカスティーリャとアラゴンは一つになりました。これまで30年戦争準備編として話を進めてきた終点は常に1614年のクサンテン条約でした。1469年の結婚から1614年のクサンテン条約まで実に150年近い年月の開きがあります。今の日本と明治維新の頃の日本ほどの開きです。1469年の結婚からクサンテン条約まで前半は一つになったカスティーリャとアラゴンにいかにしてハプスブルクの王が誕生したのか、後半は神聖ローマ帝国の歴史を中心に間を埋めてみようと思います。イザベラ一世というのはコロンブスの探検航海を支援したことで有名なあのイザベラ女王です。彼女が支援したコロンブスが新大陸を発見したのは1492年。1492年はレコンキスタが完了した年で、レコンキスタ完了をもってカスティーリャとアラゴンはスペインという一つの国になったようです。その前にフェルディナンド2世とイザベラ1世の間には娘が誕生していました。この娘の結婚相手がハプスブルクの男子でした。この2人、スペインとハプスブルクの間に生まれた男子がカール5世でした。このような環境に生まれたわけで、カール5世はオランダ、スペイン、オーストリアを領有することになったわけです。カール5世がローマ教皇から神聖ローマ皇帝の承認を取り付けた彼の戴冠式は1530年でしたが、彼は1520年までにはその権力基盤をほぼ確立していたように思います。その間にあったのがマゼランの世界一周でした。カール5世にとって最大のピンチはシュマルカルデン戦争だったと思います。シュマルカルデン戦争をアウグスブルクの平和で切り抜けたカール5世は神聖ローマ皇帝を弟フェルディナンド1世にスペイン王息子フィリップ2世に引き継ぎました。ハンガリーまでは手にできていたハプスブルクでしたが、その先オットマンの管理下にあったトランシルバニアを手に入れることはできなかったようです。この部分のクライマックスは1606年だったと思います。1606年、トランシルバニアのステフェン・ボクスケイはハプスブルクに対してはウィーンの平和、オットマンに対してはチトベイトロックの平和をまとめ上げ、トランシルバニアがオットマンとハプスブルクという二大勢力の間で自主独立を貫けそうな道筋をつけました。そしてその年、ステフェン・ボクスケイは暗殺されました。ハプスブルクはボヘミア王も手にしていましたが、ボヘミアでも宗教問題は発生していました。これをルドルフ2世はレター・オブ・マチェスティで一旦収束させました。それがマサイアスがボヘミア王になった頃から事態は悪化しだしたように見えます。前段階は1609年だったような気がします。1609年は80年戦争においては12年間の休戦が決定し、ユーリヒク・レベスバーグでは後継者争いが勃発した年でもありました。ユーリヒク・レベスバーグの後継者争いで三者三様の動きを見せて事態を複雑化させたウィッテルスバッハのうちの一つ、ウィッテルスバッハ・バイエルンのマクシミリアン一世がここでも事態を複雑化させたように思えます。ルドルフ2世はレター・オブ・マチェスティによってアウグスブルクの平和、彼らの領土は彼らの宗教という原則をボヘミアにも適用し、ボヘミアにおけるプロテスタントとカソリックの争いを防ごうとしたのだと思います。彼は宗教問題に対処する術を先人の知恵に学んでいたように思えるのです。
ルドルフ2世は、ひとまず、宗教問題は横に置いておいて、まずは、ボヘミアにおけるハプスブルク独占支配を浸透させようと考えたのだと思います。ウィッテルスバッハ・バイエルンのマクシミリアン一世による1609年のカソリックリーグの結成は、それを台無しにするような行為、ボヘミアにおけるプロテスタントとカソリックの争いをさらに激化させるような行為だったように思えます。カソリックリーグ結成に呼応したかのように、1612年、マサイアスがルドルフ2世に代わって神聖ローマ皇帝となりました。そして1614年のクサンテン条約へと続いていきます。話をハプスブルクとリシュリューに戻します。枢機卿リシュリューはハプスブルク対策についてシュマルカルデン戦争から多くのことを学んでいたのではないでしょうか。神聖ローマ帝国内に内戦状態を実力ある先帝公マグレブ、ランドグレーブたちがお互いに相争う状態を作り出せれば、フランスはハプスブルクに対して有利な状況を作り出すことができる。東のハプスブルクを弱体化できれば、おのずと西のハプスブルクも弱ってくる。西のハプスブルク弱体化にはイングランドの支援も利用する。枢機卿リシュリューはそう考えたのではないでしょうか。実際、歴史はそう動きました。シュマルカルデン戦争で泥沼の内戦状態に陥った神聖ローマ帝国は、ハプスブルクとウェッテルインの苦渋の決断によってフランスの介入を最小限に食い止め、内戦を停止させました。苦渋の決断、それがアウグスブルクの平和、彼らの領土は彼らの宗教という政治的解決でした。ハプスブルクにすればカソリックに対しては、オタクはご先祖様からずっとカソリックですね。今後とも神聖ローマ帝国の一員としてよろしくお願いしますという感じだったでしょうし、ルター派に対しては、オタクはルター派ですか、いろいろ複雑なこともありましたが、アウグスブルクの平和を機会に全てを水に流し、今後とも神聖ローマ帝国の一員としてよろしくお願いしますという感じだったと思います。つまり、彼らの領土は彼らの宗教という大原則を利用すれば、先帝公やマグレブやランドグレーブたちがカソリック以外の宗教を信仰したとしても、それは形式上はハプスブルクへの敵対行動とはならなくなったということです。たとえそのことをローマ教皇が認めなかったとしてもです。こういった政治的解決を施して、ハプスブルクとウェッテルインは神聖ローマ帝国体制の崩壊をつなぎ止めたのだと思います。ただし、アウグスブルクの平和では大きな遺恨も残すことになりました。それはザクセン選定公の入れ替えでした。それまでザクセン選定公を接収してきたのはウェッテルインのアーネスト分家だったのですが、アウグスブルクの平和を境にザクセン選定公はアルバート分家と入れ替えられました。おそらくこのザクセン選定公の入れ替えを条件に、ハプスブルクとウェッテルインのアルバート分家はアウグスブルクの平和をまとめ上げたのだと想像します。枢機卿リシュリューがハプスブルク対策をシュマルカルデン戦争に学んだとするなら、神聖ローマ帝国内に内戦状態を作り出す起爆剤を宗教問題と親族間の不和確執に求めたとしても不思議はなかったと思います。とはいえ、フランスにも宗教問題はあったし、深刻な宗教戦争もありました。宗教が国境を越えたグローバルな展開を見せてきたのは歴史の事実です。場合によっては、神聖ローマ帝国内の宗教戦争が再びフランス国内の宗教問題に飛び火する可能性さえあったはずです。にもかかわらず、枢機卿リシュリューが宗教問題を利用して神聖ローマ帝国内に内戦状況を作り出そうとしたのだったとするなら、いくら自分が枢機卿という地位にあってフランス国内の宗教を完全掌握できていたとしても、宗教家としての呵責の念も含め、よくそんな大胆なことができたと正直驚愕します。誤った理解でないとしたら、ルターの死は1546年2月、シュマルカルデン戦争が始まったのが1546年7月、シュマルカルデン戦争はルターの死を待って始められたような気がします。
つまり、ルターは宗教改革の必要性は訴えても、宗教改革を理由とした戦争を望んではいなかったように思えるのです。ルターと枢機卿リシュリュー、共に宗教家でありながら、二人は随分と異なったものの考え方をしていたような気がしてなりません。枢機卿リシュリューとは一体どんな人物だったのでしょう。枢機卿リシュリューとフランスについてもう少し理解を深めた方が良さそうです。今回は以上です。ありがとうございました。